どうも、いつきんです。前回は試練の殿堂を解説しました。今回は同じく PVE コンテンツである遠征について紹介していきます。遠征の達成報酬はめちゃくちゃ美味しいものが多いので必ずもらうようにしましょう。遠征は試練の殿堂と違い難易度で分かれているため、新規プレイヤーでも苦労せず攻略することができます。遠征はいずれかの討伐8段階をクリアすると解放されます。遠征に挑戦するためには手配書が必要になり、討伐をクリアすると稀に手配書を獲得することができます。難易度は1段階から3段階に分かれており、段階が上がるとボスの HP 含むステータスが増加していきます。遠征が成功するとポイントを獲得でき、累計ポイントによって遠征補給所からアイテムを受け取ることができます。遠征補給所には無課金で受け取れる報酬と天空石1500個で購入できるプレミアム補給パスが存在します。プレミアム補給パスには任意のメインオプション装備を作れる装備錬金石選択ボックスやモラゴラなどが追加でもらえるので、天空石に余裕があれば購入を推奨します。自分は実装当初2、3ヶ月は見送っていましたが、最近は装備錬金石のために毎月プレミアム補給パスを購入しています。プレミアム補給パスを購入するかは置いておいて、無料分の報酬もかなり美味しいので、毎月2000ポイントまで必ず貯めるようにしてください。遠征には1段階から3段階がありますが、成功時にもらえるポイントに差はありません。そのため最序盤は1段階を選択しても構いません。しかしながら遠征は自分以外のフレンドやギルドメンバーと協力して討伐することが可能です。フレンドやギルドメンバーの協力が得られるのであれば、2段階や3段階で募集しても十分に討伐可能です。遠征の募集方法は簡単です。段階を選択した後、全員招待か遠征招待を選択してフレンドやギルドメンバーに要請を送ります。要請されたプレイヤーの遠征画面には該当のボスと段階が表示され、任意で参加することができます。あくまで個人的にですが、この時段階を見て1段階は避ける傾向があります。理由は段階による報酬の違いです。獲得ポイントには差はありませんが、討伐成功時のドロップに差が出てきます。1段階では装備のサブオプションを1箇所変更できる装備変換石のドロップがありません。2段階、3段階では下級と上級装備変換石のいずれかがドロップします。上級装備変換石はとても貴重なので、基本的には3段階に挑戦したくなります。すでにプレイしている人からすると3段階でも難なくダメージを出せるので、新規の方が3段階の協力要請を出していても特に気にすることはありません。ただしダメージが出ていない遠征は敬遠する人もいるので、あまりにも自分でダメージを出せないようなら間を取って2段階の募集をすることをお勧めします。また、遠征募集には公開募集と非公開募集が存在します。公開募集とは、フレンドやギルドメンバーに限らず、全プレイヤー向けに協力を要請するモードです。遠征は累計ポイントが2000までと決まっているため、時期がずれてしまうと、フレンドやギルメンの協力が得られない時もあります。そういった場合などに公開募集が役に立ちますが、遠征成功時に獲得できるポイントのボーナス20ポイントがもらえず、60ポイントのみとなってしまいます。また、公開募集するには各段階決められたダメージを与える必要もあります。そのため基本的には非公開募集は推奨です。凶悪のフェルスのギミックは次の通りです。前衛を優先的に攻撃し、職業がナイトでない場合、大ダメージを受けます。1ターン目に全体に解除できない沈黙を付与した後、攻撃耐性になります。攻撃耐性状態の場合、味方のアクションゲージアップ効果が 300% アップします。6回攻撃を与えることで攻撃耐性と味方全体の沈黙が解除されます。属性強化により氷属性以外に対しては与えるダメージが 80% アップし、氷属性から受けるダメージが 50% アップします。8回目のターン終了時、凶暴化状態になり、9回目のターンで即死攻撃を放ってきます。ギミックについてまとめると、職業ナイトは必須で、前衛は氷属性以外厳禁です。また、フェルスは基本攻撃が防御力 60% 貫通攻撃なので、前衛は高 HP が要求されます。防御貫通効果を考えると、高防御力よりは高 HP になるようにすると安定します。フェルスでスコアを伸ばすコツは、攻撃耐性になった時に、
アクションゲージがアップする攻撃を持っている英雄で何度も攻撃することです。攻撃耐性中はアクションゲージアップ量が3倍になるため、例えば週のスキル1であれば 60% アップします。フェルスが再び動くまでか攻撃耐性が解除される6回攻撃をするまで殴り切れるとスコアが伸ばしやすくなります。フェルスで気をつけることは攻撃面より防御面で、最初に言った通り前衛が単体攻撃を受ける回数が多くなるので、とにかく耐えれる英雄を編成してプリースで回復してあげましょう。おすすめ英雄を紹介します。現在、フェルスはローテーションから外れているため、ゲーム内の攻略情報からは確認できません。定期的にローテーションが来ますので、その時に確認してみましょう。今回は普段使っている編成の紹介と、キャラがいない場合の代替英雄を紹介します。前衛としてクラウ。他での用途も考えると、クラウが一番使いやすい前衛になります。氷属性のナイトは非常に少なく、ほとんど選択肢がありません。スコアを伸ばす場合は、限定キャラの夏休みのシャルロッテが必要になりますが、いずれも持っていない場合は、星4のクロゼかロゼを使用しましょう。サポート枠としてタラノル近衛隊員、星3のウォーリアーの英雄です。似たデザインのナイトもいるので注意してください。タラノル近衛隊員はスキル1に防御力ダウン、パッシブで連携率アップと、連携した場合、味方のアクションゲージ 25% アップを持っているため、攻撃耐性と非常に相性が良く、スコアも伸ばしやすい英雄です。代わりには防御力ダウン要因として氷ルルカが攻撃もできて優秀です。他にもクラスチェンジしたクルリはアクションゲージアップがあるので、スキル3の回転率が上がるので使うことができます。火力枠としてはカリン。カリンは専用装備でスキル1にアクションゲージアップを付与することができます。ワイバーンでも用途があるので流用しやすい英雄です。持っていない人は時の図書館でサブストーリー目を閉じれば聞こえるを購入することで確実に入手することができます。火力枠の代替キャラは多数おり、制約英雄ならシュー、スキル1にアクションゲージアップがあり、専用装備で追加攻撃も発動できるのでスコアが伸ばしやすい英雄です。他にも限定英雄のルナも専用装備でアクションゲージアップがつくのでおすすめです。クラスチェンジアレクサもおすすめなんですが、新規の人はクラスチェンジ条件が達成できないため夏まで待つ必要があります。最後にプリースト枠としてルリ。フェルスは氷属性だけで固めなくても良いので、連携攻撃を付与できるルリが一番スコアが伸ばしやすくおすすめです。代替キャラとしては他での汎用性も考えてディエネやアンジェリカがおすすめです。特にアンジェリカは専用装備でスキル1に味方のアクションゲージアップを付与することができるので、攻撃耐性と相性がいいキャラです。キャラクターが揃っていない人はアンジェリカを使ってみましょう。枯れ木のリッチのギミックは次の通りです。前衛を優先的に攻撃し、職業がナイトでない場合、大ダメージを受けます。3ターンに1回、神経毒を付与してきます。神経毒は取り巻きからの免疫剤付与で防ぐことができます。束縛を付与されるため、アクションゲージアップが効果を発揮しません。単体攻撃のダメージが 70% 減少し、単体攻撃以外のダメージが 70% 増加します。属性強化により、非属性以外に対しては、与えるダメージが 80% アップし、非属性から受けるダメージが 50% アップします。8回目のターン終了後、凶暴化状態になり、9ターン目のターンで特殊攻撃を放ってきます。ギミックについてまとめると、職業ナイトは必須。前衛は非属性以外は厳禁です。神経毒はターン終了時に現在 HP の 90% のダメージを受けてしまいます。防ぐには、取り巻きのスキルダメージ無効5回を消した後、追加で1回殴り、免疫剤を受ける必要があります。単体攻撃のダメージは下がることと、取り巻きを殴る必要があるので、全体攻撃か2体攻撃の英雄で攻撃する必要があります。複数攻撃英雄を編成していれば、免疫剤を受けるタイミングを測らずに、オートでの周回も安定します。おすすめ英雄を紹介します。現在、リッチもローテーションから外れているため、ゲーム内の攻略情報からは確認できません。今回は普段使っている編成の紹介と、キャラがいない場合の代替英雄を紹介します。まず前衛は、クラスチェンジしたラス。前衛はラス固定がおすすめです。他にも、火のセシリアであれば、防御力ダウン頻度が高く、スコアを伸ばすことができますが、最後まで耐え切るにはそこそこの装備が必要になります。アタッカーはメルセデス。こちらも配布キャラかつ全体攻撃に加え、スキル1も2体攻撃なので、リッチ特攻キャラとなっています。メルセデスも全員配布なので、固定がおすすめです。サポート枠として、バール&セザン。防御力ダウン、スピードダウン、スキルターンの少なさから、防御力ダウン役としては適任です。代替キャラとして、火のテネブレアも同じスキル構成ですが、バール&セザンよりややスキルターンが長くなっています。他にも、闇ゼラトは、古代異物、影の書を装備することで、防御力ダウン回数を増やしつつ、スキル1も2体攻撃なのでおすすめ
すめです。防御力ダウン持ちかつ複数攻撃はこれぐらいしかいないので、いずれも持っていない場合はカイロンや火のシャルロッテなど全体攻撃持ちのアタッカーでスコアを稼ぐ必要があります。最後のプリースト枠は安定のルリ。アクションゲージアップ効果は得られませんが、連携と高頻度ヒールが優秀です。ルリがいない場合はクラスチェンジしたヘイゼルで攻撃力アップと回復ができるので、スコアはルリより伸びます。いずれもいない場合はリンクミッション配布の爆撃型カノンに古代異物血樹髄をつけることでプリーストの代わりを務めることができます。カノンは連携発生率を上げたり2体攻撃ができるため、メルセデスの代わりに火力役として使うことも可能です。絶望のストマックスのギミックは次の通りです。前衛を優先的に攻撃し、職業がナイトでない場合、大ダメージを受けます。戦意喪失により、火力英雄1体のアクションゲージが 80% ダウンし、スピードが0になるため、行動不能になります。6回攻撃を与えると、全体追加攻撃で攻撃してきます。属性強化により、火属性以外に対しては与えるダメージが 80% アップし、火属性から受けるダメージが 50% アップします。8回目のターン終了時、凶暴化状態になり、9回目のターンで即死攻撃を放ってきます。ギミックについてまとめると、前衛は貴属性以外現金です。他の遠征ボスと違い、職業ナイトについては、ロエンナがいれば編成しなくて構いません。ストマックスは6回攻撃を与えると追加攻撃をしてくるため、ロエンナであればパッシブの回復で最後まで耐え切ることができます。一番のポイントは、戦意喪失の対策を取ることです。コラボキャラであるラムがいれば、パッシブによりアクションゲージダウン効果のみ無効化できます。ただし、スピードは0になってしまうため、初期アクションゲージの1から 100% まで持っていかないと行動することはできません。ラムの有無に関わらず、アクションゲージアップを持つ英雄を編成する必要があります。ストマックスは編成難易度が一番低く、ロエンナ以外は星5以下で組むことができます。アクションゲージアップ、攻撃力アップ、防御力ダウン、遠征に欲しいスキルをそれぞれクラスチェンジルージットとクラスチェンジヘルガが持っています。ヘルガは貴属性で固めていないとスキルツリーの効果が発揮されないので注意してください。貴属性染め編成であればスキル2の防御力ダウン付与率も増加します。クラスチェンジルージットはアクションゲージアップに加えスピードアップも付与されるため、味方の攻撃回数を増やし、古代異物銀の村雨をつければ火力役に攻撃力アップを付与することもできます。さらに重要なのがスキル2による攻撃力ダウン効果です。攻撃力ダウンを付与できれば前衛がナイトでなくても耐えることができます。火力役には攻撃力ダウンを持っているラムが一番ですが、星5以下で組む場合は木のシダーが防御力ダウン持ちでスコアを伸ばしやすくなっています。編成が組みやすいだけに工夫の余地があまりありませんが、まずはルージットとヘルガを育成し、残ったナイトもしくはロエンナ、火力枠を手持ちと相談して編成しましょう。おすすめ英雄を紹介します。ゲーム内の攻略情報から最新の使用率状況を確認できるので、そちらも参考にしてみてください。今回は普段使っている編成の紹介と、キャラがいない場合の代替英雄を紹介します。まず前衛としてロエンナ。基本全体攻撃なので、追加攻撃時に一気に回復できる前衛兼ヒーラーのロエンナが最適です。正攻法で行くのであれば、クラスチェンジしたクルリが適性があります。スコアを伸ばすなら、攻撃役も兼任できるチャールズもおすすめです。他にも防御力ダウンを持っているモルトなどもスコアが伸ばせそうです。サポート枠として、ルージットとヘルガ。ルージットは攻撃力ダウン、攻撃力アップ、スピードアップ、アクションゲージアップと必要なものが全て揃っています。ヘルガも防御力ダウン、アクションゲージアップと必要なものが揃っています。この2人の代替キャラはいないので、2人を使わない場合は丸ごと編成を変える必要があります。自分は2人を使う前は闇ラッツと木のラッツを使っていました。2人ともアクションゲージアップを持つ英雄です。闇ラッツには非攻撃スキルのスキルターンを減少させる貫突の精霊の息吹を装備させ、ひたすら火力役のアクションゲージを 100% アップさせ攻撃していました。こちらはスコアは伸びますが、コストが高すぎるのでおすすめはしません。火力枠として木のシダーをおすすめします。一番手に入れやすく、スコアも伸ばしやすい英雄となっています。ただし、コラボキャラのラムがいる場合は、ラムの方が安定します。他にもアクションゲージアップで全体の攻撃回数を増やせるランディや、回避できれば反撃でスコアを伸ばしやすい木のビオレタなどがおすすめです。ストマックスは火力役はそれほど重要ではなく、貴属性で染めるのが大事なので、貴属性でアタッカーの英雄なら割と誰でも構いません。
破滅のギガンテスのギミックは次の通りです。前衛を優先的に攻撃し、職業がナイトでない場合大ダメージを受けます。負荷電流は4ターンの間、最大生命力に応じた追加ダメージを与えてきます。スキルターンを1増加させる全体攻撃をしてきます。属性強化により、光属性に対してのダメージが 80% アップします。8回目のターン終了時、凶暴化状態になり、9回目のターンで即死攻撃を放ってきます。ギミックについてまとめると、職業ナイトは必須で、前衛の光属性は現金です。負荷電流を定期的に使ってくるため、非攻撃スキルがない場合は、追加ダメージですぐ全滅してしまいます。プリーストを編成するか、非攻撃スキルを持った英雄で編成を固めましょう。また、スキルターン増加攻撃を持っているため、プリーストや防御力ダウンを付与する英雄は効果抵抗率を上げていると安定します。また、ランディを持っていれば、古代異物、血樹髄を装備させることで、負荷電流ダメージを回復できるので、非攻撃スキル持ちが少なくても回復が間に合います。おすすめの英雄を紹介します。ギガンテスもゲーム内の攻略情報から使用率を確認できるので参考にしてみてください。今回は普段使ってる編成の紹介とキャラがいない場合の代替英雄を紹介します。まず前衛ですが、クラスチェンジのクルリがおすすめです。高頻度で動けて、非攻撃スキルの防御力ダウンも持っているので安定します。クラスチェンジラスでも構いませんが、非攻撃スキルがないので、負荷電流の対策が必要です。スコアを伸ばす場合は、火のリリアスか氷のシャルロッテです。リリアスはランダム連携に加え、非攻撃スキルもあるので、負荷電流によるダメージが抑えられます。氷シャルはパッシブにより自分が頻繁に連携できるので、スコアが非常に伸びます。火力枠としてランディ、火力が高く、血樹髄装備で負荷電流を無理やり回復で乗り切ることができます。代わりとなるキャラは、配布英雄であるチェルミアがおすすめです。こちらも非攻撃スキルに加えて火力が非常に高いのでスコアが伸びます。サポート枠としてはイセリア、防御力ダウン兼強化負荷要因です。スキル2で味方のスキルターンを短縮することもできます。代替キャラとして星3のカミラや氷ルルカなどのスキル1に防御力ダウンがある英雄や木のアーリンがおすすめです。最後にプリースト枠は安定のルリ、非攻撃スキルに加えて頻度の高い回復スキル、変身後はバフにアクションゲージアップ、連携ができるので持っているなら一択です。代替キャラとしてディエネやロエンナ、アンジェリカのような全体回復が推奨されます。普通の追従者モロイのギミックは次の通りです。前衛を優先的に攻撃し、職業がナイトでない場合大ダメージを受けます。孤立により味方に対する支援効果、バフや回復、アクションゲージアップなどが効果を発揮しません。封印により英雄のパッシブスキルが発動しなくなります。吸収により与えたダメージに応じて回復することができます。攻撃を与えると防御力アップを毎ターン付与します。属性強化により闇属性に対してのダメージが 80% アップします。8回目のターン終了時、凶暴化状態になり、9回目のターンで即死攻撃を放ってきます。ギミックについてまとめると、職業ナイトは必須で、前衛の闇属性は現金です。ヒーラーについても、孤立デバフのせいで回復することができず、代わりに吸収バフで自己回復することができるので、極力攻撃できる英雄を編成しましょう。モロイは攻撃すると防御力アップを付与するので、強化解除できる英雄か、強化負荷を付与できる英雄を編成することでダメージを減らすことなくスコアを伸ばすことができます。おすすめ英雄を紹介します。こちらもゲーム内の攻略情報から最新の使用率状況を確認できるので参考にしてみてください。今回は普段使っている編成の紹介とキャラがいない場合の代替英雄を紹介します。まず前衛ですが、クラスチェンジラス固定で構いません。孤立でも連携は作用するため編成してください。スコアを伸ばすなら火のセシリア、防御力ダウンの頻度が上がるのでスコアは伸びます。ただし連携がなくなるため別途連携英雄がいない場合はそこまでスコアを伸ばすことができません。サポート枠としてクラスチェンジカーマインローズ、高頻度の強化負荷に加えてスピードダウンでモロイの行動ターンを遅らせることができます。スコアを伸ばすなら限定英雄のセリス、モロイにおいてはカーマインローズの上位互換になります。他にもサポート役としてイセリア、防御力ダウン兼強化負荷要因になります。スキル2で味方のスキルターンを短縮することもできるのでスコアも伸びます。代替キャラはカミラや氷ルルカなどのスキル1に防御力ダウンがある英雄や木のアーディンがおすすめです。最後に火力枠としてチェルミア、こちらは配布キャラのため
め固定で構いません。専用装備の2番をつけることでスキル1が2連続で発動することもあるので、スコアを伸ばすなら一択のキャラです。他にはザハークやルナなどの単体火力、代替英雄を選ぶ場合はできれば自己バフができる英雄を選択してください。というわけで協力型コンテンツ遠征について紹介してきました。協力型とはいえ一人で倒しきることも可能だったり、一人で複数回挑戦しても大きく損するようなことがないように作られています。累計ポイントを貯めるのは少し時間がいりますが、その分1ヶ月という期間に加えてかなり美味しい報酬なので、ぜひ挑戦してみてください。そしてまだまだ続きます。初心者ガイド、次回は討伐攻略編となっておりますので、お楽しみにお待ちください。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。